everyone, it'sいつもありがとうございます。アロンです。はい。今日は、ちょっと急遽、動画を撮影しているんですけれども、実は、誕生日を迎えまして、はい。ちょっとメンバーシップの皆様には、先んじて、ちょっとご報告させていただいたんですけれども、はい、おかげさまで、はい、無事、誕生日を迎えることができました。はい。いや、本当思うんですけど、夫のことがあって、余計に思うんですけども、もう一日一日が当たり前じゃないというか、この誕生日を迎えれるっていうのも当たり前じゃなくて、本当に奇跡だなと思ってます。で、この YouTube チャンネルも、去年の11月に初めての投稿をさせていただいて、約8ヶ月ですね、経ってこれだけたくさんの皆様にご登録いただいてご視聴いただいて、もう本当にありがたいことだなって思ってます。はい。で、誕生日なんですが、あれですね、夫がまだ生きていた頃は毎年お祝いしてくれてたんですけれども、夫が亡くなってからは誕生日を祝う自分自身で祝うっていうのもないですし、その祝ってもらうっていうこともなかったんですけれども、改めて、自分の誕生日、本当このように生まれてきた意味ってなんだろうなっていうのも前回の動画でも、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、すごく考えることが多くなって、やっぱり本当に繰り返しになるんですけど、奇跡だと思います。この世に生まれてくるっていうことも奇跡ですし、今の今までこういうふうに健康で生きれてるっていうことも奇跡だなって感じてます。で、全然自分へのプレゼントとか、まだ子供もプレゼントをくれるとか、そういう年でもないんで、そういう、これプレゼントだよとか、そういう機会もなくなってしまったんですけれども、せっかくなんで、自分の欲しいもの、自分にご褒美として買おうと思いまして、で、私グミが結構好きで、お菓子の。で、やっぱ弾力感とかも好きですし、結構グミのいろいろ種類もいろいろあって、その中でもちょっと特徴的な感触のグミがあるんですけれども、これなんですけど、コロロっていうやつで、まるでフルーツをそのまま食べてるような感覚の新食感のグミなんですけれども、好きな人と好きじゃない人と二極化するなっていう食べ応えです。はい。私もナンバーワンではないんですけれども、結構こう変わり種として、たまに欲しくなるなっていうのと、あとスイカ味っていうのが出てて初めて見たんで、思わずご褒美として買っちゃいました。誕生日ですし、自分へのプレゼントとして、はい、買いました。ちょっとこれを一緒に開けて、ちょっと食べてみたいと思います。はい、開けます。はい、これなんちょっと見えづらいかもしれないんですけど、こういう感じのグミで、こう、薄皮がこうまとってあるような
そんな感じの見た目と感触なんですけれども、ちょっと食べてみます。まさにスイカの味のグミです。美味しいです。いや、美味しいですね。いや、スイカって思うんですけれど、実際の本当のスイカって、こういうお菓子のスイカ、ちょっと違いますよね。もっとなんか、さっぱりというかあっさりしてますよね、スイカって。やっぱ野菜ですし。こういうお菓子のってなんかちょっと糖分がすごい多いなって感じるんですけど、その実際のスイカというよりは本当にスイカアイスとか、お菓子のスイカの味のスイカの味です。うん。美味しい。で、これも誕生日なんでせっかくなんで、これ飲みたいと思います。ちょっと私お酒が全く飲めないので、いつもジュースなんですけど、100% のこれは、アポーとピーチの、はい、ミックスジュースです。100% なんで、絞りたてみたいな、はい、味のジュースですね。これ、息子がめちゃめちゃ好きなジュースなんですけれども、ちょっと1本拝借して、はい、飲みたいと思います。よいしょ。はい、乾杯。美味しい。いや、美味しいですね。やっぱり。いや、本当は今日せっかくなんでライブ配信をしようと思ったんですよ。動画じゃなくて。なんですけど、ちょっとやり方が結構難しいなと思って、ちょっと今練習中です。はい、設定とかどうやってやるんだろうっていう。はい。なので、もしなんか、うまいこと言ったら、近々ライブ配信をしたいなと思ってます。はい。ちょっとその時も、英語でペラペラはなかなか難しいので、なんかこう、できるかわかんないんですけど、私が喋っているのを、ツールか何かを入れて、こう、英語で翻訳をしたり、こう、載せるみたいな感じのことができたらいいなって思ってまして、あと視聴者さんにコメントをいただいて、それに対して、お答えしたりとか、そういう、コミュニケーション取れたらいいなって思ってます。はい。ちょっと練習中なんで、はい。ライブ配信、もうすごい、前からずっとしたいなと思ってたんですけれども、なかなか、はい。ちょっと一人で試行錯誤やってるので、はい。ちょっと、設定とか見て頑張ります。はい。またライブ配信、もしかしたらもうフラット、告知もなしに、いきなりやってみるとか、そういうこともあるかもしれないんですけれども、はい。楽しみに待っていただけると嬉しいです。はい。ちょっと、見たら。やっぱ誕生日なんで、今までをちょっと振り返ろうかなと思うんですけれども。私の人生って何なんだろうって、振り返ってみたときに、私結構小学生の時とか、すごく活発で、もう家の中にいるより外で走り回るのが大好きで、走ることも好きで、結構学年の中で走り早い方だったんです。で中学では陸上部に入ってまして、で陸上部でもう結構戦力に
なってるよって、監督からも言われて、はい、すごい充実した毎日を過ごしていたんですけれども、中学2年生の時ですね、私が中学2年生の時に、同じ陸上部仲間が突然亡くなったんです。はい。ちょっと8月の夏休みの間の、グラウンドでの練習だったんですけども、当時結構暑くて、ただ、今のような暑さよりかはまだマシではあったんですけれども、当時で言うと。ただ、もう屋根のないグラウンドなので、そこで、同じ陸上部仲間亡くなったんですね、突然倒れて。ももうすぐクラブの練習時間が終わるよっていう、クールダウン中だったんですけれども、急に倒れて、私はもう先に、クールダウンも終わって、端っこの方で涼んでいたんですけれども、その子が運動場で倒れるのを見て、あれ何かこけたのかなって最初は思ったんですね。で、監督を呼んで、なんか倒れてるっていうので一緒に見に行ったんですけれども、もう顔面蒼白になっていて、で、すぐに救急車を呼ぶ事態になったんですけれども、もうそうですね、助からずで、当時すっごいショックでしたね。間近で人が亡くなるのももちろん見たことないですし、ましてや同じクラブ仲間だったので、何が起きているのかわからないというか、何かもっと早く何か対処したら何か助かったんじゃないかとか、もうすごいぐる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 頭がもう分かんなくなっちゃって、それが中2の時だったんで、中学2年生なので余計にですね、はい、14歳の時なんですけれども、本当何が起きたか分からなくて、で、部活中っていうこともあって、部活動が、休止になったんですよね。やっぱり、人が亡くなったということで。で、それ以来私も、陸上からちょっと離れてまして、で、そうですね。中学校でも人の命の重さというか、本当に儚いもので、一瞬にして亡くなっちゃう。そういうことも先生が、なんか集会みたいな学校全体でそういうのが開かれて話があったんですけれども、はい。いや本当になんか理解できなかったですね。で、なんか考えすぎていろいろ手につかない感じにもなりましたし、それで、そういうこともあったので、学校ではなんか記念樹ですかね。なんかそういうなんかそういうことを忘れちゃいけないみたいな感じで植えられたりとかもしたんですけれども、そうですね。そういうこともあって、で、苦しかったですね。そういう経験をして、高校生に上がって、高校生になったれば、高校1年生ぐらいに
の時なんですけれども、連絡が来て、中学の時に、一緒だった子が、白血病で亡くなって、で、その子の、お通夜、葬式の参列の連絡が来たんですけれども、それもめちゃめちゃびっくりしましたね。当時すごく元気な子っていうイメージで、同じクラスにはなったことはなかったんですけれども、陸上、その子も陸上部ではなかったんで、部活動でもそんなに関わりはなかったんですけれども、結構私が、走りが速かったんで、なんか速いやついるぞみたいな感じで、なんかこう、どうやってそんなに速く走るのみたいな感じで、こう、声かけてきてくれたりとかしてた子だったんですけれども、びっくりしましたね。本当に。なんか、ちょっと白血病のことをあまり知らないので、簡単には、言えないんですけれども、なんかどうも、年齢が若ければ若いほど進行が早くなるみたいで、がんもそうですよね。小児がんとかも、早く、進行するっていうのを言いますもんね。で、それもあって本当に、ちょっと具合悪くなってから亡くなるまではすごく短かったらしくて、もうあっという間に亡くなってしまったっていうのは、ご家族がおっしゃってて、本当にびっくりしましたね。はい。で、だからそういうのを、その未成年の間に、同級生が2人も亡くなるっていうことを経験して、いや、本当に命儚いなってその時も思って、だからこそ毎日頑張ろうと思って、で、社会人になってからも、がむしゃらに、無駄にせずに、一日一日頑張ろうっていうことで、過ごしてたんですけれども。なので、そんな、なんでしょう、本当に真っ当に、もう胸を張って、過ごしてたって言えるぐらい、本当に、真面目に、がむしゃらに生きていたんですけれども。なので、夫と出会えたことが、なんかすごく、今までの頑張ってきた、ご褒美みたいな、プレゼントみたいな気持ちだったんですね。こんなに素敵な人と出会わせてくれた。もうこれはもう自分が今まで頑張ってきたその結果だし、神様が、出会わせてくれたんだ。素敵な出会い、奇跡だなってすごい思ってたんですけれども、夫とも、そうですね、付き合っていたのが6年ぐらいで、結婚生活が3年ぐらいだったんですけれども、で、3年目にして、やっと、待望の、子供授かったねって言って、よかったねって言ってたところだったんですけれども、本当に夫は子供大好きだったんで、はい。だったので、楽しみだったんですけれども、生まれる直前に突然亡くなっちゃうという。いや、本当に私自分の人生改めて振り返ると、急に亡くなるっていう身近な方が急に亡くなるっていうのを3人も体験していて、なんでしょう。これはどういう試練なのかなとか、自分が生まれた意味、
何なのかなって思うんですけれど、まあそうですね。ちょっと答えは出ないんですけれど、まあ正直、なんでこんな私ばっかりって思っちゃうのもあるんですが、うーん、ただ、その息子が元気にいてくれてるっていう、もうこれがもう全ての救いというか、はい、なんかこう、もうそれがなかったら私は本当にもうこの世にいないですし、うん、からそうですね。なんかもっともっといろんな過酷な経験をされている方は世界中にいらっしゃると思いますし、自分だけじゃないよっていうのは言い聞かせてはいるんですけど、どうしてもそうですね、もう自分なんで自分はっていう気持ちにはなってしまいますよね。そこはすごい私自身未熟だなと思ってますし、どうしてもなんですかね、と家族でね旅行とか行ってる人とか見るといいなーってどうしても思っちゃいますけど、でも本当にあのー今今自分がこう生きれてるっていうこと自体が本当に素敵なことなんだと、もっと自覚して、はい、頑張っていきたいなと思っています。はい。いや本当に、ちょっと今年の誕生日はいろいろ今までのことをすごい振り返る、時間が持てたこと、はい、良かったなと思います。はい。やっぱりそうですね、今までは、仕事とかもあって、あの、そうですね、業務に追われる感覚、今も自分のその仕事はしているんですけれども、自分がやるべき、やりたいなと思うこと、これをやるべきことだなと思って納得してやっているものなので、あの、なんか、こストレスとかは、あまり感じないんですけれども、今までは、やっぱり業務ですね。会社に雇われて、そこで言われたことをやらなきゃいけないっていう状態だったので、もうなんか自分のことをなんて考える暇もなかったですし、その自分の今までの人生を振り返ることもなかったですし、子供と仕事行かなきゃ、もう働かなきゃっていうのでいっぱいいっぱいだったので、そこはすごく大きな、変化だなぁと思ってます。今年の誕生日は。はい。いや、本当に、いや、嬉しいですね。ちょっとあんまり、年取るの、あの、嫌だなーって思う時、思う年齢にはなってきたんですけれども、でも気持ちは若いままで、はい。まだまだ、全然まだまだこれからだっていう、はい、そういう気持ちで頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、美味しいです。ではまた。ありがとうございます。